友名はさ、亡くなってもなお同じ場所でずっと現代になるまで600年間ずっと同じ場所で犬の物語を歌い続けてたんだなっていうのがなんか多分冒頭の映画の始まりのシーンにつながるのね。最後まで泊まりとして生きて、泊まりとして散って死んでもなお泊まりとして犬王の物語を歌い続ける。それがさ琵琶法師の役目だからさ。で泊まりは琵琶法師として自分は犬王を選んだわけじゃん。犬王を選んで、俺はずっと犬王の物語を歌い続ける、語り続けるって言って、死んでもなおずっとそれを続けてたのがなんかすごい悲しいというよりかは感動した。ちょっとなんか蛍の墓のセーター的な演出だったなって思って、でもなんかそこはすごい良かった。でなんかこれはなんか私はよく分かんなかったんだけど、謎だったんだけど、友有がなんか処刑される寸前ね、ずっとあれは友有だ、友一じゃないって暴れてたんだよ。暴れてたのに、最後処刑される時になって俺は友名だって言って叫んで首を落とされて亡くなっちゃったのね。で私はその意味が分かんないっていうか、自分で自分の名前をつけて、この名前で能楽師として成り上がっていくんだっていうその犬王をそばで見てたから、多分友有だっていう名前をつけて、なのに最後処刑される時に俺は友名だって言ったので、それはなんでってすごい思っちゃったのね。友有だって言うと思ったからちょっとびっくりした。犬王はさ、将軍様に呼ばれて、足利に呼ばれて、今後自由な今までみたいな友有座の時みたいな自由な踊りはやめてねって釘を刺されるわけじゃん。でなんか自由に踊ることも新しい物語を踊ることも許さないけど、これまで通りの能楽師の歴史の中のこれまで通りの伝統の型みたいなものを踊るなら生かしてやるよみたいな感じだったのね。っていう打診が犬王にはあったんだけど、なんでそういう打診が友名にはなかったんだろうね。なんかそれが不思議っていうか、犬王のさ舞がどれだけ良かろうがさ、犬王のコンテンポラリーな舞の良さっていうのは一生失われるわけじゃん。みんなと同じように踊らされたらそれは犬王の良さはなくなるから、普通の能楽師と同じように伝統の方を踊らせるなら犬王である必要はないはずなのに、それでも犬王を殺さずにまだ能楽師をさせる意味って何だったんだろうって思う。すごくそれって結局犬王の仮面を取った本当の顔面が美しかったからなのかなって思う。犬王をさ踊らせる良さはないしさ、もう犬王の価値は一生失われていってしまうのに、それでもなんか犬を踊らせる意味って顔が美しかったからっていうことしか思いつかないんだけど、でなんでその打診が友名にはなかったのってすごい思う。友名にもなんかこれまで通り普通に琵琶法師の一座に戻って普通の琵琶法師のようにさせればよかったのに、なんで友名にはすごい過激なことをして結局殺してってなったのはなんでなんだろう。友名が友一とは名乗りませんってこう堅くなに態度を改めなかったからなのかな。それがよくわかんない。なんでなんだろう。なんか友名にも同じようにさ、お前が態度を改めなかったら犬を殺すよって脅したら友名もおとなしくなったかもしれないじゃん。でも友名にはその打診がなくて、なんか殺されてさ、犬王だけなんか将軍様に呼ばれてもうおとなしくしてねっていうのって、なんかやっぱ犬王が美しくて、その美しい顔を足利がずっとそばに置きたかったからなのかなとしか思えないっていうか、一番偉いからさその時代で。だから別にそれがルッキズムになろうとさ何でもできちゃったわけじゃん足利は。なんかだからなのかなって思う。なんかそこがちょっと悲しいっていうか、そばに置いて厳しく監督することでまた民衆の心を掴んでしまうような
魅力的な公演っていうのを、そういう動きっていうのをそばに置くことで封じるためなのかな。なんかそれこう犬王は自分のものだよって他に自慢するためでもあるよね。でもそうやって自慢すべき犬王の魅力っていうのはもう一生失われてしまってるわけじゃん。彼のコンテンポラリーな舞の良さっていうのがもうなくなってもいいっていうことだよね。本当にその顔だけでいいっていうこと。だから友田にはその打診がなかったのかな。そこがなんかよくわかんないっていうか、ひどいよね。なんかさ、名前についてなんだけどさ、犬王と友田が出会った時には友田はもう友田であり友一だったのね。で腕塚の公演も終えてクジラの公演も終えた後ぐらいに友田は友有に改名したんだよ。だから多分だけど、その犬王が友有になってから一緒に過ごした時間っていうのは多分それほど長くはないはずなのね。友田だった頃とか友一だった頃の方が多分一緒に過ごした時間は長かったと思うんだけど、それでも友有が亡くなった後、犬王はずっと友有の名前で探してたじゃん。っていうのはさ、友有がここにあるっていう意味を込めて自分でつけた名前だから、友有が自分自身でつけた名前に犬王はその価値を感じてずっと友有として亡霊になっても探してたっていうわけでしょ。かつての犬王と同じように。それはすごくわかるんだけど、やっぱりなんか友田が最後俺は友有だじゃなくて友田だって言ったことの意味が未だによくわかんないな。なんでなんだろう。なんか映画見た後にさ、結構解説じゃないや考察を読んだりしたんだけど、それに対して触れてる人はいなかったな。結構フィルムマークスのなんていうんだ、口コミ評価みたいな感想かは結構見たんだけどね。なんか犬王のさ声優と歌がアブちゃんだったから、女王蜂のだったから、そのアブちゃんすごいとか湯浅監督すごいとかっていう感想は多かったんだけど、ストーリーに対して自体になんか感想を書いてる人があんまりフィルムマックスではいなくて、ちょっとねがっかりだったかな。でもね、この感想すごい良かった。依存とか執着っていう湿っぽさが2人の間にないっていう、お互いに自立した自我を持っていて己の人生を邁進している感じがしたっていう、この感想はすごい確かにそうだなって思った。確かに映画ってなんか湿っぽさがあんまなかったんだよね。2人の関係の中にはね、ずっとやりたいことをやっている2人みたいな、ただそれだけの前向きな関係だったから、なんかそこはすごい良かった。キャラの心理描写がおざなりだったのが残念って書いてある。全然おざなりじゃなかったし、なんかあれを見て読み取れないのすごい良かったじゃん。あれを見て読み取れないの、なんか心理描写ってさ、なんか全てをさセリフにすべきじゃないじゃん。まあ、すべきじゃないっていう言い方は強いな。全てをセリフにするものじゃないじゃん。かっこよさっていうのはどうしても映画を作る上ではあるからさ、物語フィクションを作る上ではなんかだからこそ天気で再現したりとかさ、もちろん表情でもあるしさ、服の色で再現したりとかする、そのサイドでさ再現したりとかするのに、心理描写がおざなりだったってなんかそんなことなかった気がするけど、なるほどね。やっぱなんか音楽すごかったとかそういう感想ばっかりだな。マイケル・ジャクソンやエルビス・プレスリーが出てきたところから笑いが止まりませんでした。もうこういうさ、なんか自分はヨーロック通ですよみたいな人いるよね。もうこんなのさわざわざ書くことじゃないじゃん。てか映画の感想ではあるのか。なんかさ、友一の良かったところは別にいっぱいあるけど、なんか私がグッときたのはやっぱ美容法師だからさ、その平家物語を交渉によってね語り継いでいくっていうのが仕事であり役割であると思うんだけど、そういうのってさやっぱ昔のことを語り継ぐから過去形になっていってしまうじゃん、お話が。でも友一と
犬王はやっぱずっと一緒に生きてきてずっと隣にいるからこそ、友一は犬王のことを過去形で語らなかったことが私としてはすごいグッときたっていうか、こういう昔こういう人物がいてこういうことを成し遂げましたっていうのが多分病法師の、定石なんだと思うんだけど、やっぱ一緒に生きてるからこそ友有は見届けようぜとかそういうことを言ってたのね。見届けようぜ見届けようぜっていうことをずっと歌ってたから、犬王がいてって同じ公演はもう二度としないよ、次は何だろうね、一緒に見届けようぜっていうなんかそういうなんだろうね、語り継ぎ方っていうか歌い方を友有はしてたから、なんか私的にはそこがすごいねグッときたかな。そこが良かったな。いるよ。最後に犬王が一人で待っている時に無音だったのは、友有の演奏がなければ魂を解放するような演舞ができないことのメタファーだったのかと思いますって。私もそう思います。私もそう思う。やっぱ大好きなカブトムシみたいな友有の琵琶の音がなければどれだけ綺麗に踊ったって犬王にはそのことに何の価値もないんだよね。そうなんだよね。なんかあの時代のそういう風習があったのかは知らないけど、名前が変わることで異性の名前で自分を知る人が自分を探し当てられなくなるっていう設定だった。設定なのかな。なんかさ、もっともっと言いたいことあるけど胸いっぱいなので言葉にできないっていう感想を書く人受けない？言葉に胸いっぱい言いたいことあるけど胸いっぱいなので言葉にできないっていうのをわざわざ書くの受けるんだけど、書かなくていいわ。じゃあいやー、そうだよね。犬王はさ、友名の死をなんか友名の死を知った時の犬王、本当にもう友名の命を守るためだけにさ、お上の言うことを聞いたのにさ、知らないところでいつの間にか友名は処刑されてしまっていて辛かったな。いやー辛かったな。やっぱなんか主人公のね2人が良かったね。主役2人のとにかく屈託のなさ、光を失っても犬畜生の扱いでも嘆きがなくて、あるいは描かれてなくて、全くそれの話をしないよ、愚痴言わないって、ほんとそれだけでめちゃくちゃ生かすわ。わかる、それすごくわかる。やっぱ2人に締めっぽさがないのすごい良かった。そこがすごい良かったよね。めちゃめちゃわかる。だって盲目になったことへの愚痴も言わないし、自分がなんかねえ化け物として言われたことへのなんか締めっぽさが本当に何もなかった。お互いを慰めるみたいなことがなくて、ただ2人は純粋に芸をまっすぐ磨いていくみたいな、そのなんかストーリーがすごい良かったな。よいしょ。もうパンフレットもなければ何にもなかったからちょっとそれは惜しいけど、でもパンフレットぐらいだったらさメルカリにありそうだからちょっと買ってみようかな。あと原作読みたいかも。平家物語犬王の巻っていう原作があるらしい。それは読みたいかもしれない。すごい良かった。最近見た映画の中で一番面白かった。感動しました。で多分私がやっぱこういう話が好きなんだよね。友情みたいなのが好きだからさ、ジャンプで育ってきたオタクはさやっぱ友情が好きじゃんね。ですごい良かったよね。この信条とか信念を捨ててでも守りたかった命がある犬王と、命さえ顧みずにその信念っていうのを貫き通したかった友有のなんかこのアイロニーが本当に美しくて、何かに似てるなって思ったんだけど、ハンターハンターの幻影旅団のみんながさ、その旅団のメンバーが団長の命を優先するか命題を優先するか、そのどっちに重きを置くかっていうことのなんか私の解釈、自分の解釈だけどとちょっと似てるなと思った。話がすごい面白かったです。よかった。犬友名が処刑される時に自分の名前を俺は友有だじゃなくて友名だって言ったことの意味はこうじゃないですかっていうその正解が分かる人がいればその意見ください。めっちゃ気になってます。そこだけ。以上ですね。今日は犬王についての感想とかを話しました。犬王すごい良かった。面白かった。感動した。犬王面白かったね。もしくは犬を見てみたくなったっていう人は
チャンネル登録とグッドボタンとコメントよろしくお願いします。以上です以上です。じゃあね、バイバイ。